はいどうも皆さんこんにちは。サーリーの河野玄斗です。今回は条件付き確率ということで、この動画を見てもらえればもう条件付き確率はもう完璧にバッチリ理解できるようになります。この条件付き確率は、公式がね複雑で苦手意識を持っている人も多いかもしれませんが、共通テストでは毎回出題されてますし、センター試験のね時代から合わせても家庭が変わった2016年からもう7年連続で出題されています。なのでね、今年も出題されることが予想されるので、しっかり対策しておいてほしいんですけど、何より条件付き確率分かってしまえばかなり簡単なんですよ。だからぜひね、この動画で条件付き確率をマスターして電源にしてもらえたらいいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。まずは簡単な問題を通して条件付き確率が何なのか、その本質をね学んでもらって、条件付き確率がいかに簡単であるかっていうことをね感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでは問題、1から10が書かれた10枚のカードからカードを1枚取りますよと。でそのカードが偶数であるとき3の倍数である確率を求めよう。これ条件がそのカードが偶数であるとき、これが条件ですよね。でこの条件のもとで3の倍数である確率っていうのを求めたいわけだから、これが条件付き確率だと。今回ね、1から10が書かれたね、10枚のカードがあるので、こういう風にね、10枚のカードがあって、まず3の倍数っていうのはどこにあるかというと、3、6、9の3枚ですよね。なので、もし仮にね、この条件がなかったとしたら、確率は10分の3になりますよね。10枚のうち3枚だから。でも、今回そのカードが偶数であるっていう条件が課されてるわけですよ。ね、カードが偶数ってことは、もうね、例えば、そのカードを1枚取った時に、そのカードが1であるっていうことはありえないわけだよね。偶数ってもう分かってるわけだから。つまり、ね、偶数は2、4、6、8、10の5パターンにこの条件によって絞られてるわけ。ね。この条件がなければ10枚のカード全て取り得たんだけど、そのカードが偶数であるって言われた瞬間、2か4か6か8か10なのねっていう風に5通りの場合に絞られて、じゃあその中で3の倍数っていうのはどれって言ったら6しかないですよね。この世界の中で3の倍数は6だけなわけだから、条件付き確率は5分の1という風に求めることができるわけです。ね、5枚のうち1枚だからね。この問題でね、理解してほしいことが、ベン図的にね、考えるとすごくすんなり理解できます。今、このね、条件がなかった場合っていうのは、1から10の、全てのカードは取り得ますよと。で、そのうち3の倍数である確率はって言ったら、これ分のこれ。だから10分の、369の3通り。10分の3ですよね。でも今、そのカードが偶数であるっていう条件が課されてますよ。ね、偶数だ。これによってどうなるかというと、世界が縮小される。今まではね、1から10まで取り得たっていう世界を考えてたんだけど、偶数であるっていうことによって、偶数しか存在しない世界に縮小するんだと。このイメージね。すなわち、そのカードが偶数であるって時に世界が縮小されて、この世界の中で3の倍数である確率はって言われたら、3の倍数ってどこかって言ったらここだよね。ここの部分になるので、結局 A が起こった時の B の確率はと、条件が A で、求めたい確率を B というふうに置いてあげると、これはね、まずこの世界 PA のうち、この黄色の A かつ B の部分がどれだけ面積として占めてますかっていうふうに考えることができますよね。この条件 A に世界が限定されるわけだから、分母に当然 PA、この世界の広さが来て、で、分子の部分は A が起こってしかもその世界の中で B が起こる。つまり A かつ B っていうのがこの分子に来ると。ここの部分ですね。このベン図を常にね、頭の中で書いてあげると、この公式覚える必要なくて当たり前ですよね。分母に何が来るか、分子に何が来るかっていうのは、ベン図を見ながら、ここの世界の中でここの部分の割合を求めていけばいいんだっていうことがわかるので、公式を暗記することは不要だと。で、ここね、確率で書きましたが、集合の要素の個数でも大丈夫ですね。ここ確率にしたけど、その2、4、6、8、10っていう世界の5通りのうち A かつ B の6、1通りで、要素の個数で5分の1でやってもいいんですけど、基本的にね、共通テストで出されるのはこの確率の形で問われることが多いので、しっかりとこの形で理解しておいてください。この問題で言うと PA はって言ったら
そのカードが偶数であるっていう確率はって言ったらね、1枚取って10個のうち偶数である確率は10分の5だよね。で、分子の部分 A かつ B の確率はっていうふうに言われたらね、6しか取り得ないわけだから10分の1だよね。よって答え5分の1というふうに求めることができるわけです。ここでね、条件付き確率って結局ね、確率の問題を2問解くだけじゃんっていうことに気づいてほしいんですね。条件付き確率 PAB っていうのを求めてくださいっていうふうに言われたら、はいはいと、まずベン図見てあげて、ね、まず PA っていう確率の問題を求めよう。これカッコ1番。カッコ2番が A かつ B の確率を求めよう。で、あとはそれ割れば答え出ますよと。ね、一度に二度美味しい問題なんだっていうことだけ理解してもらえれば、別にね、難しいことはないということに気づくんじゃないかなと思います。実際にね、この条件付き確率がダイレクトに問われた2021年の共通テストの問題を通して、そのことをね、実感してもらえたらいいなと思います。じゃあ問題。中にくじが入っている箱が複数あり、外形も同じだけど、当たりくじを引く確率は異なっていますよと。で、くじ引きの結果から、どの箱からくじを引いた可能性が高いかっていうのを条件付き確率を用いて考えようと。もう条件付き確率がダイレクトに問われてますね。括弧1番。当たりくじを引く確率が2分の1である箱 A と、当たりくじを引く確率が3分の1である箱 B の2つの場合を考えると。なので A は当たりが2分の1、外れが2分の1、B は当たりが3分の1、裏を返せば外れが3分の2ですよと。で、1番、各箱でくじを1本引いては元に戻す思考を3回繰り返すと。ね、元に戻すわけですね。つまり、反復思考だなっていうことがわかります。で、この時、箱 A において3回中、ちょうど1回当たる確率はって言われたら、これはね、反復思考の確率ですよね。3C1。かける、当たりが1回で外れが2回なわけだから、計算すると8分の3というふうに求まって、同じように箱 B において3回中ちょうど1回当たる確率はって言われたら、これも反復思考 3C1 かける当たりが1回外れが2回なので9分の4というふうに求めることができますね。これはただ反復思考の確率の公式を使っただけと。次、まず A と B のどちらか一方の箱をデタラメに選びますよと。ね、A と B デタラメに選ぶ。で、次に、その選んだ箱においてくじを1本引いた元に戻し子を3回繰り返したところ、3回中ちょうど1回当たりましたよと。だから A か B、とりあえずね、よくわかんないけど、箱をどっちか選んで、引いてあげたら、3回中1回当たりましたと。この時、箱 A が選ばれる事象 A、箱 B が選ばれる事象 B、3回中ちょうど1回当たる事象 W とすると、で、ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、今回ね、求めたいのが、3回中ちょうど1回当たった時、その時、選んだ箱が A である。こういう条件付き確率を求めていきたいですよと。だから3回中ちょうど1回当たったっていうのが条件ですね。これね、図示してあげると、3回中ちょうど1回当たったっていう世界が凝縮されるわけですね。縮小しましたと。で、3回中1回当たる。で、この世界の中で選んだ箱が A である。ここの部分の確率を求めてあげてくださいっていう話ね。だから結局 PWA っていうのは分母に W の確率、ね、W っていうのは3回中ちょうど1回当たる確率が W 分の W かつ A ですよね。A かつ W A を選んでかつ3回中1回当たる確率っていうのを考えてあげればいいというわけです。じゃああとはこの2問解いてあげればいいわけですよ。ね、A を選んで3回中1回当たる確率を求めよう。括弧1番。W。要は3回中ちょうど1回当たる確率を求めよう。その括弧2番の2つの問題を求めてあげれば、この条件付き確率分かりますよね。じゃあそれをね、解こうっていう話がここでごちゃごちゃ言ってるわけですよ。A かつ B っていうのは何かというと、A を選んだ上で、その3回中ちょうど1回当たる事象はって言ったら、まず A を選ぶって時点でね、A か B かランダムに選んでるわけだから、2分の1の確率で A を選びましたよと。で、さらに A を選んだ上で、3回中ちょうど1回当たる確率はって言ったら8分の3なわけだから、2分の 1×8 分の3と。よろしいですかね。同じように、B かつ W はというのは、2分の 1×9 分の4になりますよね。B を選ぶって時点で2分の1の確率が発生してて、その上でさらに3回中ちょうど1回当たるのは9分の4だから。つまりね、
A を選んで3回中1回当たる場合がこの確率。B を選んで3回中1回当たる確率はこの確率。ということは、3回中1回当たる確率はって言ったら、これ足すこれだよね。A を選ぶか B を選ぶかの2択なわけだから、PW っていうのはこの2つの和になりますよと。つまり、これ計算してあげると、2分の 1×8 分の3プラス2分の 1×9 分の4。これが PW に対応してるわけですよ。で、PA かつ W はって言ったらここで求めてるわけですね。3回中、まず A の箱を選んであげた上で、3回中1回当たる確率というのは8分の3と。つまり、この条件付き確率は、これを計算してあげればよくて、計算してあげると59分の27というふうになるんですね。この誘導ね、ごちゃごちゃ書いてあるんだけど、条件付き確率求めたいんだったら、この2問解けばいいよね。っていうことに気づけば、確かに2問解こうと頑張ってるなっていう誘導が見やすいですよね。じゃあ続いて、また条件付き確率 PWB っていうのは何であると。これも結局、この A の部分が B に置き換わっただけなわけだから、ね、置き換わっただけだから、PWB っていうのは PW 分の PB かつ W と。すなわち、分母の部分は一緒。で、分子の部分が2分の 1×9 分の4だよね。こっち側になってるわけだから。これ計算してあげれば59分の32ですよと。こんな感じで答えを出すことができるわけです。条件付き確率をしっかりと理解していれば難しいことはない。そして、ちなみになんですけど、この PWB は 1-PWA で求めることができます。その理由としては、この3回中ちょうど1回当たった時っていう世界に今限定されてるわけですね。世界がこの3回中1回当たったっていう世界に限定されてて、そのうち A を選んだ場合っていうのがここにあるわけですね。A を選んだ場合っていうのがこの領域だとします。で、その残りの部分って何って言ったら、この残りの部分って B を選んだ場合だね。よろしいですかね。3回中1回選んだ場合っていうのは、箱 A から選ぶ場合と箱 B から選ぶ場合の2パターンしかないわけだから、結局、この全体が合わせて1になってなきゃおかしいよねっていう話。だから余事象的に考えることができますよと。とにかく条件付き確率は2問解いてるだけなんだっていう、もうそういうイメージを持ってあげれば楽勝です。じゃあ、括弧2番。括弧1の PWA と PWB について次の事実が成り立ちますよと。PWA と PWB。この2つの何とかは丸1の確率と丸2の確率。この8分の3と9分の4ね。の何とかに等しいですよと。で、和とか2乗の和、3乗の和、非積っていう風にあるんですけど、この式見てあげれば明らかですよね。この2分の 1×8 分の3足す2分の 1×9 分の4分の2分の 1×8 分の3と PWB はこれなわけなんだけど、分母と2分の1っていうところが共通してるわけだから、2つの比を考えてあげると、結局8分の3対9分の4なんですよ。PWA 対 PWB っていうのは8分の3対9分の4。すなわち、丸1対丸2と等しい。比が等しいですよという関係になってるわけ。で、それを花子さんと太郎さんはこの事実について話してるわけです。なんで比が等しいんだろうと。それがここで言ってるわけですね。丸1、丸2の確率に同じ数2分の1をかけているからだよっていうふうに言っています。どういうことかというと、当然ね、この分母の部分は常に PW なわけだから一緒ですよと。じゃあこの PWA と PWB の比はって言ったら、この2分の 1×8 分の3対2分の 1×9 分の4なわけなんだけど、同じ2分の1をかけてるわけだから、ここの部分を消せるわけだよね。その結果として8分の3対9分の4だけが残るから、丸1と丸2の比で求めることができるよねと。で、花子さんは言ってます。なるほどね。じゃあ外見が同じ3つの箱の場合を考えたら、同じ数3分の1をかけることになるから同様のことが成り立ちそうだよねっていう話。それを実際に見ていきますと。2分の1で当たりくじを引く確率が2分の1である箱 A、3分の1である箱 B。それはさっきと一緒ね。で、4分の1である箱 C の3つの場合を考えると。だから今度は箱 C っていうのがあるわけだよね。箱 A と箱 B と、今度は箱 C っていうのがあると。箱 C って何かというと、当たりが4分の1。で、外れが4分の3。で、A、B、C のうちどれか一つの箱をデタラメに選んで、こう反復試行3回繰り返したところ、3回中1回当たりましたよ。この時選んだ箱が A である条件付き確率はと。すなわち3回中ちょうど1回当たりましたよっていう条件があって、
この条件の下で、この条件ね、選んだ箱が A であるっていう条件付き確率を求めていきたいと。これもベン図を使って考えてあげれば楽勝なんですね。その前にね、箱 C を選んだ場合に、3回中1回当たる確率っていうのを考えてあげると、これも反復思考 3C1×4 分の 1×4 分の3の2乗。なので、64分の27というふうに求めることができて、じゃあこれをね、踏まえた上でね、ベン図を頭の中で思い浮かべてあげましょう。今、3回中ちょうど1回当たったっていう世界を考えてるわけでね。3回中ちょうど1回当たったっていう条件 W の世界の中で選んだ箱が A であると。選んだ箱が A である。つまり、ここの部分だよね。この世界の下で黄色の部分を考えてあげたいわけだから、求めたい答えっていうのは PW 分の PA かつ W と。よろしいでしょうか。で、PW っていうのを求めるんだけど、それはさっきやったのと一緒。つまり A の箱をまず選んだ上で3回中1回当たるか、B の箱を選んだ上で3回中1回当たるか、C の箱を選んだ上で3回中1回当たるかの3パターンに分類されるので、それぞれの確率を求めてあげればいいじゃんと。ね、まず、A の箱を選ぶ場合は3分の1の確率で A の箱を選んだ上で、8分の3の確率で3回中1回当たるんだよね。8分の3と。で、次 B の箱を選んだ場合を考えると、3分の1の確率で B の箱を選び、9分の4の確率で3回中1回当たる。同じように C の箱は3分の 1× さっき求めた64分の27。これが PW で。A かつ W はって言ったらそのうちここだよね。3分の 1×8 分の3っていうのが、A の箱を選んで、3回中1回当たる確率だと。こういうふうに求めることができるので、結局、これ計算すると省略します。715分の216というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。これも結局ね、選んだ箱が A である条件付き確率は3分の 1×8 分の3になるし、じゃあ B の確率はって言ったら、この分子の部分が3分の 1×9 分の4に置き換えてあげればいいわけね。じゃあ C の条件付き確率はって言ったら、分子をね、3分の 1×64 分の27に置き換えてあげればいいわけね。そうすると、A である条件付き確率と B である条件付き確率と C である条件付き確率っていうのは、結局、これ、3分の 1×8 分の3とか、3分の 1×9 分の4とか、3分の 1×64 分の27っていうのが分子に来るわけで、この3分の1は全部共通するから、8分の3対9分の4対64分の27っていう風に比は等しくなるよねっていうのが、この花子さんの、同様のことが成り立ちそうだねっていうことを、裏付けてると。よろしいですかね。でもここでも条件付き確率って言ったら、確率を2問解いてるだけなんだと。2問解いてるだけだっていうことが分かれば難しいことないですよね。で、括弧4番、いよいよラスト。どうやら箱が3つの場合でも条件付き確率の比は各箱で3回中ちょうど1回ね、比になってるみたいだねと。それはさっき確認したことで、そうだね、それを利用すると、条件付き確率の値は計算しなくてもその大きさを比較することができるよねと。今回は大きさの比較ですと。今、当たりくじを引く確率が2分の1である箱 A、3分の 1B、4分の 1C。これは今まで通り。で、5分の1である箱 D っていうのを考えるわけね。A と B と C は今まで通りで、一応 D がありますよと。で、D は5分の1の確率で当たり。で、外れが5分の4の確率を。で、今までね、計算した A の箱から3回中ね、1回引く確率っていうのは8分の3、9分の4、64分の27と。いうふうにあるので、それぞれね、確率をこのように書いてあげて、じゃあ D はって言ったら、これはまた同じく反復思考で求められますよね。これ計算してあげると、125分の48と。ということで、今、くじを1本引いては元に戻し思考を3回繰り返したところ、3回中ちょうど1回当たったと。この条件の下で、じゃあ、どの箱からくじを引いた可能性が高いかっていうのを考えてるわけね。つまり、この条件の下で A の箱、
から取った確率、B の箱から取った確率、C の箱から取った確率、D の箱から取った確率、どれが一番大きいですかっていう問題なんだけど、これは今までの誘導に乗ってあげてください。今までの誘導を考えると、結局、この確率は8分の3対9分の4対64分の27対125分の48。それぞれの、このね、W となるような比ですね。で、求めることができるよねと。これ小数点に直してあげると、0.375 と 0.44 と 0.42 と 0.384 っていう風になるので、一番多いのが B と。で、次が C。次が D。で、A ということが分かるので、B、C、D、A、丸8ですね。丸8の順に確率が高くなるっていうことが分かるわけです。こんな感じでね、条件付き確率の問題っていうのは、1問で2度美味しいんだと。ちゃんと、こういう、ベン図で考えてあげて、どこの世界に縮小されて、その中のどこの話なんだっていうことが分かれば、必然的にこの式が立って、このそれぞれの確率を順番に求めていきましょう。括弧1、括弧2番っていう2つの問題を解いてあげて、条件付き確率を求めれば一緒だよね。っていうこの考え方をしっかりとね、マスターしてもらえれば、きっとね、出るであろう。共通テストでね、出るであろう条件付き確率の点数は取れるんじゃないかなと思います。今後もね、こういったためになる動画たくさん出していこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。